うわー、めっちゃ下手になってる。エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は絵を描くのをやめると絵がどのくらい下手になってしまうのかを検証したいと思います。今は絵のお仕事をもらって絵を描いて暮らしているのですが、実は会社に就職してしばらくイラストを描くのをやめていた時期があったので、その間にどのくらい絵が下手になってしまったのか、その後絵を描くのを再開してどれだけ上手くなったのか見比べてみたいと思います。正直昔の絵を公開するのはかなり恥ずかしいのですが、絵を描くのをサボるとこんな風に下手になるぞという反面教師にしてもらえると嬉しいです。それでは行ってみましょう。まずは絵をすごくたくさん描いていた高校の時の絵を見てみたいと思います。これは高校1年生の時の絵です。高校では美術部に入っていて、漫画のイラストだけじゃなくデッサンや油絵なども描いていました。水彩絵の具で塗った絵もあります。ファンタジーな雰囲気を好んでいたようです。デジタルイラストも高校2年生から描いています。高校卒業後は美術系の学校に進学しました。その1年生の時の絵がこちらです。一時期ずっと手足の練習をしていました。好きな漫画が銀魂だったのでファンアートも少し描いています。学生最後の夏までは絵が残っていたけど、この後就活から会社勤めをしている期間の絵はないです。今回イラストを保存しているフォルダをいろいろと探しましたが、本当に1枚もないです。私はデザイナーとして就職したので、デザイン素材としてのイラストを描くことはあっても家で絵を描いたりはしていなかったようです。その後また絵が描きたくなってお絵描きを再開したのですが、その頃の絵がこちらです。うわー、めっちゃ下手になってる。YouTube の登録者4000人の頃なので約2年前ですね。この頃はイラストよりも 3DCG や VR がメインだったので本当にひどい絵でした。学生の頃の絵の方がまだマシな気がします。それでお絵描きの感を取り戻すために絵の練習を始めたのですが、イラストを描くのが久々すぎて絵柄が安定せず、少し上手くなったなと思ったらまた絵が下手になる現象が起きます。初心に帰ろうと思ってアナログイラストを描き始めてから随分マシになった気がします。そんな感じで絵の練習を続けていたら少しずつイラストのお仕事がいただけるようになったので、これからは絵を描くのをサボらずにもっとうまく描けるように頑張りたいと思います。ということでいろいろ見てきましたが、絵が下手になった理由を分析してみると、イラストには流行りがあるので描いていないと絵柄が古くなったように感じて下手に見えてしまったり、絵の描き方を忘れて下手になってしまうようです。少しずつでも描き続けていればひどく下手になることはないと思うので、絵が上手くなりたい人は私みたいに絵を描くのをサボらないように気をつけてください。最後に今回紹介した絵を時系列に並べてみます。学生の頃から下手だった説もありますが、久々に描いた絵が明らかに下手になっていて辛いです。最近は定期的に絵を描くようになって上手くなっていると思うのですが、絵が上手くなるために特に意識したことは、絵を描く前にうまい絵をじっくり観察して好きだなと思った描き方を取り入れるようにしました。例えば影の塗り方や肌に使う色を真似してみるなど、自分が苦手だと感じているところのお手本になる絵を探して部分的に取り入れていくのを個人的におすすめします。模写やトレースになるのではと心配になるかもしれませんが、参考にする程度なら問題ないと思います。自分の絵のダメだと思うところとお手本の絵を見比べると、何がどう違うのか、どう変えたらいいのか気がつくことがあると思います。見ただけで真似するのが難しい場合はメイキング動画や本を参考にします。
上手な絵はピクシブやピンタレストで調べればすぐ出てくるので、闇雲に書かずに上手な絵を参考にするのが短期間で上手くなるコツなのかなと思います。私は親の反対を押し切って美術系の学校に行きましたが、せっかく美術系の学校に行っても描かないと下手になってしまうので、絵が上手くなるには結局自分でコツコツ練習するしかないと思います。なので個人的には絵が上手くなるために美術系の学校に行く必要はないと思うのですが、そろそろ進学や就職活動の時期だと思うので、次回の動画では進路系のお話をしてみようと思います。気になる人はチャンネル登録してお待ちください。他にも質問があればコメントやマシュマロからお気軽にリクエストしてください。すべてに回答できないかもしれませんが、質問が多い内容は動画で回答させていただきます。この動画が楽しめたよという人はチャンネル登録と高評価を押してもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。